3時45分、とりあえず仙台駅をふらついてるんですが、何をしようか考えてるところです。なんか雨降ったんですかね。結構路面も濡れてるし、めちゃくちゃ湿度が高くて暑い。気温は23度しかないんですけど、めちゃくちゃ暑い。湿度が高くて、午前中は雨降ってなかったんですけど、やばい、めっちゃ雨降ってる。やばい、今天気予報見たら夜の9時まで雨の予報になってますね。マジか。そして雨降ってるせいもあるのか、人が多いな。今日ね、昼ご飯食べてなくて、まだ4時なんですけど、めちゃくちゃお腹空いたので食べに行こうかな。今携帯の充電の残量が 18% しかなくて、ちょっとどっかコーヒーでも飲みに行って、そこで充電したいんだけど、ご飯も食べたいということで、そうなるとやっぱりマックとかになるのかな。スタバじゃ腹の足しにならないもんな。じゃあマックに行くか。ここのパチンコ屋 ABC マートと間違って入ったことがありますね。サイゼリヤって手があるな。サイゼリヤに行こうかな。ちょっとここはゆっくりできそうだし、料理も安いので、ここのサイゼリヤ初めて入るな。いつも東口のサイゼに行ってたから。久しぶりに来たら QR コードで注文するようになってますね。なんかサイゼと言ったらここら辺に紙が置いてあって記入してっていうのがあれでしたが、今度からスマホでできるみたい。楽。この階段怖っ。転げ落ちそう。いやうまかった。1時間半ぐらいゆっくりしてましたね。なんかずぶ濡れなんだけど、お隣のカルディ、この上がサイゼリヤなんですね。1階に降りてきてもまたコーヒー飲むっていうね。ちょっとカルディで買い物。今週また実家に帰るので、ちょっと家族へのお土産カルディで調達しました。最悪だな。雨がひどすぎますね。バスで帰ろうかな。そして傘も持ってきてないんですよね。ちょっとあそこのアーケードに行くまででも結構ずぶ濡れになりそうな雨。これはちょっと自転車で帰るの無理だな。この前ジャズフェスの時にこのイオンのところでね、結構ビールとかおつまみが安くて全部楽しめましたが、これ普段はこうやって商品が並んでる感じで、外に出てるものがなんか安くなってたりするものだと思うんですけど、あれいつもやっててほしいな。お祭りの時だけじゃなくていつもやっててほしいです。400円の生ビール最高だったな。やばいやばい、かなりの雨。なんか風も強くなってきて、ほんと暴風って感じ。やばい、普通にびしょ濡れになった。あとこっからは屋根があるから大丈夫。あれだ、バスの停留所に行くためにはデッキの上行かないといけないんですよね。だからまた濡れるじゃん。そしてね、デッキがあそこだけ繋がってないから、わざわざこっちの駅舎の方まで回ってこないといけないという、めっちゃ遠回り。すでに自転車で帰るのと変わんないぐらいびしょ濡れになってます。よし、危ない危ない。3分前、バス乗り場なんとか到着。いや、めちゃくちゃ混んでてぎゅうぎゅう詰めだったし、40分かかりました。道も混んでたんで。このカルディの袋も大変なことになってる。こことかもう切れそう。あれですね、もう雨の日は道も混むし、バスとかもみんな普段歩ってる人とかもバス使うからめちゃくちゃ混むんで、ラッシュの時間帯になる前に帰るか、どっかで夜ご飯とか食べて8時とか9時のバスに乗ってくるといいかもしれない。あと傘は常備しとこう。このバックパック、昨日びしょ濡れになったので、しっかりもう一回防水スプレー振っときました。でもね、かなり、防水スプレーのおかげもあるかもしれませんが、結構やっぱりこのバックパック防水性能優秀ですよ。結構ね、前のバッグも防水性能良かったんですけど、前のバックパックってこう、ファスナーが脇についてたんですよね。なので、それで防水性能保ってるってもあったんですけど、このバックパックに関してはこれ、ファスナーが
上についてるんですよこれ。ポケットが3つあるんですが、ファスナーがこれ6つあるんですが、全部上向きについてるんですよね。だから結構上からの水の侵入に弱いのかなと思ったんですが、昨日あれだけびしょびしょになって雨に打たれて中身見てみたんですけれども、もう浸水はもう完全なゼロでしたね。もう水滴一滴たりとも侵入してなかったっていう。このねファスナーのとこも結構見た感じこのねなんていうのこうレールというかデコボコの部分があるじゃないですか。そこが結構カバーで覆われてて、これで防水性能高いのはわかるんですが、このどうしてもこのファスナーのとこ、このなんていうの開閉する仕組みのとこってどうしても隙間が開くと思うんですけど、それでもね全く水入ってなかったっていう。いやこれすごいですね。さすがやっぱりいいバックパック買っただけの価値があるなと思いましたね。ただ若干これ最近背中のところが少し反ってるんですよね。これがPC とか入れると安定というかこの反りが治るんですよ。だから PC を入れた方が安定するっていう。なんかそれによってPC に負荷がかかってないかちょっと心配なんですけど、 PC が入ってない状態だと結構背中のとこが反ってるっていうね。そういえば私このアパートにもうすでに2年半ぐらい住んでて初めて知ったんですが、この窓のサッシのこの上のところにこういうなんか網があるのがお分かりいただけますかね。これね知らなかったんですけど、換気口になってるみたいで、これねこうやっていっぱいついてるんですけれども、右側になんかボタンがあるなと思って、これなんだろうなと思ったら、この換気口を開け閉めする部分だったみたいで、これ今開いてる状態でこれで閉まる。で今までずっと閉まってたんですよね。でこれを開けてみたら微量なんですけれども、手を当てないと分かんないレベルなんですけど、少しずつ空気が入ってきてるんですよね。でさらに、これ玄関のドアの下の部分なんですけど、ちょっとうち玄関の電気が壊れてて暗いんですけど、ここにも換気口があるんですよ。こんな感じの換気口があって、これも開け閉めすることができて、ここもずっと閉まってたので開けてみました。これどういう仕組みになってるんですよね。すごいですよね。なんか確かにこう網が出てきて空気は通るんですが、光が入ってこないんですよね。っていう結構優秀な感じで、こっちからも風が入ってくるんですよね。でこの玄関のドアとさっきの窓がちょうど対角線っていうのかな、こう部屋のちょうど直線上の位置に窓がついてるんで、この両方の換気口を開けておけば常に微量の空気がこう流れてるような感じになってて、24時間換気的なのができるようになるんですよね。これずっと開けたままにしてますね。このレベルだといつもなんかエアコンとかかけてても全然暑くなったり寒くなったりしないし、でも今まで換気するときはね、窓を開けて、でここの窓を開けて、で反対側には窓がないんで、台所の、換気扇をつけて換気してたんですけれども、いつも朝起きたらそれをやって空気を入れ替えてたんですが、これをやることによって、ここ換気口を開けとくことによって自然と空気が循環するんで、この中の空気がかなり良くなると思いますよ。結構ね、前まではなんか朝起きたりとかするとすごい空気がよどんでるような感じがして、めっちゃ空気悪いなって感じがして換気してたんですが、ここ開けといてから朝起きても全然こう空気が悪くなってる感じがしないんですよね。もちろん定期的にここの窓を開けて換気はするんですけれども、それをしなくても空気が悪くなる感じがしないです。なぜ今まで気づかなかったんだっていう感じですけどね。ダメだ。やっぱり降ってきた。でも今日はね、1、2ミリの雨なんだって、多分そんなにひどくはないと思う。昨日私が帰ってた時7ミリとかの雨でしたからね、それと比べればいいんですけど、なんだろう、最近雨が続いてる。さあということで外に出てきました。もう今日はもうなんだかんだいろいろやってて、で午後ちょっと休憩してたらもう3時くらいになっちゃったんですが、ちょっと散歩です。昨日自転車で駅前まで行って、で結局雨降って自転車駐輪場に置いてバスで帰ってきたので、その自転車を駅前まで取りに行かないといけないんで、1日分の料金しか払ってないので、ちょっと自転車を取りに向かってます。
今日ほんとなんか寝不足っていうか、もうなんか体力が持たない感じ。昨日の夜中の2時だか3時ぐらいに洗濯物を脱衣所で干してる突っ張り棒、あれが落下して、あれで目が覚めてね、であの後ね寝れなくなったんですよね。寝れたっちゃ寝れたんですけど、なんか変な夢を3回も4回も見て、途中で起きて、なんか全然熟睡感がない感じ。ですがちょっと、せっかくなのでなんかバスとかで行ってもいいかなと思ったんですけど、全然最近運動不足なので、せっかくなんで、駅前まで歩こうと思います。でも歩ってみるとね、もうこれ今18分、中間地点ぐらいまで来たんじゃないかな。でもそっか、歩くとだいたい40分ぐらいかかるから、そんなもんか。ちなみにやっぱこのエアマックス、この前買ったエアマックスが最高すぎます。これの履き心地というか、この歩き心地っていうのかなが快適だから早く感じるのかも。全然疲労感感じない。これ一応ランニングシューズとして買ったけど、こういうウォーキングの時にも使えますね。めちゃくちゃ気に入りました。さあでもこれ帰る時に、今ね歩いてるから傘させるからいいんですけど、自転車だとねどうしても雨に当たっちゃうんで、ちょっと降ってない時を見計らって帰るしかないなということで、なんかあれだね、自転車を漕いでる時に、乗ってる時に着れるなんかカッパみたいなあるじゃないですか、着るタイプの雨具、ああいうのね結構着てる人いるんですよね、仙台だと。ああいうの私も欲しいな。どこで手に入るんだろう。ちょっと Amazon とかで探してみたいんだけど、私みたいな結構横に大きいタイプの人間はちょっとサイズが合うか心配なんですよね。どこで手に入れよう。だんだん近づいてきた。37分か。3キロ。いや、いい運動になった。さあ、自転車取って帰るだけではちょっと面白くはないので、少し買い物していこうかな。このね駅までたどり着けば、なんとか傘がなくてもほとんどのところ、このデッキとかアーケードがあるので、雨に濡れずに移動できるんですけど、まだ雨降ってますね。そういえば iPhone アプリで対応したのかわかんないですけど、これイヤホンしながらでもイヤホンで音楽聴きながらでもビデオ撮った時に音楽の再生が止まんないんですよね。 iOS18 からのアップデートなのかわかんないですけど、前まではね止まっちゃったんですよ、動画を撮り始めると。ですが止まらないようになった。これいい。音楽が止まるの結構ストレスだったから。そういえばこれあれだな、フィルム張り替えたからインカメラが使えるようになった。前割れたフィルムはちょうどインカメラのとこに亀裂が入っててね、使えなかったんですけど、使えるようになったんですが、ちょっと画角がやっぱ若干狭いというか、アングルの操作が慣れない。こうやってやっぱ腕上げて撮ってれば疲れるな。これ一眼レフとかでやってる人マジ尊敬できるんだけど、そうこのねデッキの下歩いていけば雨に当たらないっていうのはいいんですけど、このあっち側に渡るときですよね、道路を渡るときにはここら辺って横断歩道があんまないんで、デッキに上がった方がいいんですけど、やっぱそうすると濡れるんですよね。昨日もねバスになんかもう下を歩ってるとバスに間に合わなそうだったので、上を歩ってったら結果的にびしょ濡れになったんですけれども、ここでも屋根が終わってるし、ロフトに行きたいんだけど、どうやって行こう。そっか、地下道っていう手もあんのか。でも地下あんま使ったことないんですよね。そもそも繋がってるのかもわかんないし、あそこ行ってみるか。仙台駅西口中央地下歩道。でもちょっと昨日バス乗った時いくつかの残高が100円しかなかったので、ちょっとチャージしていきます。無事チャージ完了。地下鉄だとねここで入る前にチャージできるからいいんだけど、バスだと怖いんですよね、それができないから。繋がってましたね。無印でね傘を新調したかったんですよ。折りたたみ傘ね。これからなんか長傘にもなる折りたたみ傘みたいなの、これだ、買ってこっちもそうっぽいな。何が違うんだろう。この名札がちょっと違うけど物は同じそう。畳んで売ってあるだけですね。こっちにしよう。畳んである方が持ち帰りやすいから。これレゴストア、これ初めて見たんだけど、
面白い。結構ただのおもちゃってわけじゃなくて結構実用的なものが売ってるんだ。おしゃれだな。これ本当にレゴブロックと互換性あるのかな。すごいな。このレゴの顔が1000個入ってんだって。すごい集合体。ロフトでの買い物に夢中になってたら結構暗くなっちゃった。私のバックパック石井スポーツにも売ってますね。こっちかな。やっぱり安く買ったんだな。もうね、スリムみたいなのもあるんですよね。これね、これだと真ん中のポケットがないのか。確かにスリムだけど、でもこの真ん中のポケット結構活用してるからやっぱり大きいの買ってよかった。そしてドリンクポケットも狭いんだ。全然違う。やっぱり正解な買い物でした。ここら辺のやつも候補だったんだけど、こっち買って正解だった。機能性重視で。やっぱこっちでかいな。ちょいでかい。さすがに。でも安定性は抜群そうだな。ちょっともうずっと1ミリぐらいの雨は降ってるみたいなので諦めて自転車で帰ります。昨日の7ミリの雨と比べれば全然いいのでちょっと頑張って、こんぐらいの雨だったらギリただれるかな、自転車ということで自転車を回収して帰ります。今日はこれ無印良品で傘を、折りたたみ傘ですね、新調しました。今までね使ってた折りたたみ傘がこれドリンクホルダーのところに刺さってるんですが、これねどこのブランドかはわからないですが Amazon で買ったやつですね。こんな感じの一般的な、こういう感じの折りたたみ傘で、この袋を開けるとね中の傘が出てくるんですけれども、これのね弱点というかデメリットがでかいんですよね。結構でかいし、その分その傘の、直径が大きいんですけれども、収納した時これでかいので、でかくて太いので、私折りたたみ傘携帯するときはこのバックパックのこの、ドリンクホルダーのところにこうスポッとはめるんですけれども、それも結構キツキツな感じで、結構出す時とかもね大変だったんですよね。結構傘本体も結構でかいんですよ。これこんな感じで結構傘本体もでかいので、こうやってしまうのもこうやって閉めて、このファスナーを閉めるっていうこの動作がね外でやるにはめんどくさいっていうことがあって、やっぱりね傘を開いた時は大きい方がいいですが、やっぱりこのね長い傘だったらいいけど折りたたみ傘に関してはやっぱ小さい方がいいなってことで、そうこれなんかワンタッチで、そうこれねちょっと開ける場所あるかな、うちの中で。こうやってあっちの方にしようか。ここのボタン、これを押すとバサッとこんな感じで開くんですけれども、ここまでは普通の折りたたみ傘と一緒だと思うんですけども、このボタンをもう一回押すとこうワンタッチで閉じるっていうね。大体の折りたたみ傘ってこう開くときはこうワンタッチでできても、閉じるときって手動でやらないといけなかったりするんですが、これは自動で閉じることもできるよっていうのが魅力の傘で、こうやってカチャカチャっとよいしょ戻して、でこれこの紐でくっつけてっていう。そう、これもねなんかこれマジックテープなんですけど、このマジックテープもなんか弱くなってきて、このトゲトゲがね剥がれちゃったりしてきちゃって、これこうやって巻いてもね離すとすぐ開いちゃうんですよね。でこれでケースにしまわないといけないというね。これがね外出先とかでやるのはすごくめんどくさかったんですよ。なので結構少しの雨だったら傘ささなくていいかなとか、あと結構やっぱり大きいのでね、結構いつもカバンに入れとくと重いし邪魔なんで、なんか今日は持ってかなくていいかなとか思っちゃって、そういう風に限って雨が降るっていうね、昨日みたいな、まさにそうですけど、びっしょ濡れになって帰ってきましたけれどもね。で、このバッグに関しては、このドリンクホルダーに物を入れると、その分このフロントのポケットの容量がね、こう横方向、幅が狭くなっちゃうんですよね。こうドリンクホルダーの、ここにいつもボトル入れてますが、ここちょっとへこむんですよね。なので、幅分のこのフロントのポケットの幅分の幅ね、これが入れられるよりが狭くなっちゃうんですよ。なので結構長いものとかを横に入れたいっていう時に入んなくなっちゃったりするんですよね。で基本的にはこれ私最近はこの1リットルの水のボトルをほぼ必ず
こっち側に入れてるんですけども、この状態でもう少しすでに容量が狭くなっちゃってるんですよね。でさらにぶっとい傘こっちに入れると本当にこのフロントのポケットに、容量がかなり減っちゃうんですよね。なのでもう少しコンパクトで使いやすい傘を探してたところ、無印良品のこの傘に行き着いたという感じです。この傘もね、めちゃくちゃほら太さがめちゃめちゃ細いんですよね。こんな感じで軽いし、もうスポッと。ほら前の傘と比べても太さの違い明らかですよね。もう3分の1ぐらいになったし、長さも若干短いのかなっていう感じなんで、この前の傘入れると結構もう片手じゃ無理だな。結構ギチギチ。こんな感じでギチギチだったんですよ。でもこれに関してはスポッと。もうギチギチどころかスポッと。これで入ってくれるって。で、まあ今これタグがついてるんであれですけれども、これ取ったらもうほぼ目立ちませんよね。折りたたみ傘。本当にね、もう折りたたみ傘に関しては私常備したいんですよ。カバンに。で、いきなり雨降ってきた時に使えるようにしたいっていうね。天気予報見る習慣とかがあまりないし、結構、私雨男なんで、外に出ると雨が降るっていう謎の現象がね、もう誰かどっかで見てるんじゃないかっていうぐらい、本当に外に出たら雨降って、中に入ったら止むっていう現象が起きるんですけれども、そういう感じなので、もう晴れだろうが、もう晴天だろうが、折りたたみ傘基本的に持っときたいので、やっぱそうなるとわざわざこんな重いのをね、ずっと持ち歩いてるっていうのはしんどいんで、もうバックパック背負ってしまったらもうほぼ重さ感じない、重さも大きさも感じないレベルのものを探してたんですよね。そしたらこれ無印良品のいいですよね。これ何グラムとか書いてありますかね。さすがにそれは書いてなかったかなっていう感じで、でもめちゃくちゃ軽いです。で、この傘の、これまあ普通に折りたたみ傘としても使えるんですけれども、何がこの傘の一番の特徴かっていうと、これ2通りに折りたためる折りたたみ傘って書いてあるんですけれども、ちょっと実演しながら説明した方がいいかな。とりあえずこのタグを取りまして、これね、後でいいや。とりあえず開けます。袋がね、こうどうなってるんだこれは。ここにマジックテープがついてるのかな。これをそうですね、こうちっちゃいマジックテープがついてて、これを外すとスッと袋が外れます。で、ここボタンなのがいいですね。やっぱマジックテープって劣化してっちゃうんですよね。トゲトゲがついてるじゃないですか。あれが剥がれちゃったりゴミついちゃったりして粘着力が弱くなっちゃったりするんですけど、これボタンなのはいいですね。ボタンをこう外すと、で、どうやって広げるんだろう。これあれなのかな、手動でやらないといけないですかね。これまずここ伸びんのか、伸ばして、ちょっと説明書がね、これタグも書いてあるのかな、見たら。生地をほぐしてからゆっくりと傘を開いてください。ここボタン、そうですね。このちっちゃい。ここは手動でこうやってやらないといけないんだな。やっぱそれ考えるとさっきの傘の方が優れていた。まあ確かにね、あの傘はこういうところが優れてたんですよ。怖いな、これ。カチッとなるまで広げるのか、この骨を。6本あるのかな ?6 本。カチャッとやって、で、この状態で、なるほど。まあ、さっきの傘よりはちっちゃいですけど、まあでも、必要十分ですね。十分だと思います。逆にね、駅前とか行った時とかね、混雑したデッキの上とかで傘差す時って結構人にぶつかっちゃったりとかしやすいので、ああいうとこで使うのはとこういう小さいのがいいっていう感じですね。まあ、あくまで予備なんでね、予備というか、カバンに常に入れておくものなので、本当に雨降るって分かってたら、ちゃんとした長傘を持ってってもいいんですが、私長傘1本も持ってないんですよね。前3本ぐらいあったんですけど、全部なくしました。まあ、それはいいとして。これ戻すときも、ここのボタンを押しながらこうですね。で、そう。この傘の一番の特徴なんですが、これで、普通の折りたたみ傘って、例えばどっか目的地に着いて、この袋に収納したいという時に、この骨をね、パキッと、戻して、こうですね。こうやって、6本こうやって戻して、畳んで、袋に入れて、で、また用事が済んで外に出るってなったら、この作業をもう一回繰り返すっていうのがね、普通の折りたたみ傘の使い方だと思うんですけど、なんと、この傘、このまま、こうやって閉じちゃうことができるんですよ。この、畳まなくていいんですよ。この長傘みたいな感じの状態で、こうやって生地をぐるぐるっ
ってやって、でこの袋なんですが、ここにボタンがついてるんですけど、これを引っ張ると、はい、こんな感じで長い状態でこの傘を収納できるように変形するんです。でこのままスルッと入れると、おー、すごい。こんな感じでこう傘が長い状態で収納できるんですよ。これめちゃくちゃ楽じゃないですか。だからこれ一回開いたら普通の長傘と同じような取り回しができるんですよ。でこのバックパックに収納するときだけその折りたためばいいかなっていう運用方法でいこうかなと思います。もうまた次外出ても雨が降ってるんだろうなっていう時は、もうこのままの状態でバックパックにしまわず手に持ったまま普通の長傘として使って、もう傘いらないなってなったりとか、家に帰ってきたりとかしたら、ちゃんと折りたたみ傘として畳んでバックパックに入れるっていう、運用方法にするといいんじゃないかなと思います。でも本当に折りたたむのはバックパックに入れるときだけですね。本当に外で使ってるときはもうほぼこの状態で使えるっていう。これなかなか他の、てか見たことないですね。この状態で使える折りたたみ傘っていうのは。これめちゃくちゃいいと思います。で、あれですね、普通の長傘より短いし、これでね、結構傘さすハードルが下がると思うんですよね。やっぱ折りたたみ傘ってこのね、組み立てるっていう作業が必要になるんで、ちょっとした移動ですよね。例えば100メートルぐらい歩くとかってなると、そこまでして傘ささなくていいやってなっちゃうんですけど、この状態であれば、傘さすかっていう感じになって濡れないので、もう最初だけ、組み立てちゃえば、あとはこの状態で、次バックパックにしまう時までこの状態でいけるっていうね。で、バックパックにしまう時ももうめちゃくちゃこれ、小型なので、小型で軽量なので全然気にならないっていうことで、いや、これはいい買い物した。で、しかもね、値段がすごい安くて、なんと2990円という破格。さすが無印。で、あれですね、この長傘にならないタイプの普通の一般的な折りたたみ傘だと1990円とかで売ってたんですよね。だから、めちゃくちゃ折りたたみ傘ってやっぱ結構高いもの多いですけれども、無印さすが、すごい。ちなみに使用する前にちゃんと防水スプレーやっとこうと思います。晴天でも、だから日傘としても使えるってことですね、これ多分。ちなみにもう一つ購入したもの。これあれですね、シューキーパーですね。シューツリーって書いてありますけど、英語だとシューツリーって言うんだ。初めて知った。キーパーじゃないんだね。これはですね、ちょっと書いてないな。書いてないですが、スタンダードプロダクツで購入しました。仙台駅前だとパルコ2の3階だったかなに入ってる、なんかダイソーのおしゃれ版ダイソーみたいな、300円均一のダイソーみたいなね、感じのお店なんですけれども、最近結構いい品があるんで、定期的に行ってるんですが、これ、ヒノキ材でできたシューキーパーなんですけど、なんと700円で買えるっていうね。結構、無印とかでも多分2000円ぐらいすると思うんですけど、結構これ破格で、そう、靴に、やっぱ靴履いてない時にこういうシューキーパーとかを入れておくと、やっぱこう、型崩れとかしにくくて、靴が長持ちするし、なんかこのヒノキ材がね、こう、いい感じで、消臭とか除湿とかしてくれて、長持ちするよっていうことで。なんか最近もスニーカーが一つね、壊れて、でね、結構ね、前も、そのね、履いてるとシワになるじゃないですか。そのシワのところから亀裂が入って、そこから壊れていくっていうのも結構あったんですよ。なので、シューキーパー、履いてない時はもうこれを入れておけば、比較的こう、その型崩れとか、なんか、そのシワみたいなのが発生しにくくて、で、それがなければ壊れることも少なくなるかなと思ってちょっとシューキーパーを買ってみました。シューキーパーって使うの初めてですね。どうやって開けるんだ。よいしょ。はいはいはい。おお。こんな感じ。はい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 。おお。すげえ。ちゃんとヒノキのようにする。いいですね。これ確かに靴の脱臭とかにもなりそうな気がします。これをもうちょっと暗すぎるんで、もうスマホのライトつけましたが、こんな感じで入れておけばいいんですかね。いいね。もう先のところが、なるほど。確かに結構、ここの先っぽの部分がね、結構、ここの形を保ってくれてるので、こう、縦に引っ張る力によって、シワを伸ばしてくれるんですね。これ結構このまま、なるほど。全然動かしてももう形
変わんないし、かなり中で形を保ってくれてるか。ああ、いいですね。ちょっと新しく使ったらなるべくこれでいこうと思います。あ、そういえば Vlog の方で紹介したかな。じゃじゃん。ソーダストリームを手に入れました。これずっと欲しかったんですよね。炭酸水メーカー。やっぱり私結構ハイボールとか好きなので、それの割り剤として炭酸水いっぱい消費するし、で、しかも炭酸水単体で飲んだりもするんですよね。なので、やっぱりあれ、重い炭酸水持ってくるのもあれだし、コスト的な問題でも、やっぱりペットボトルで買ってくるより、うちで作った方が安いんじゃないかということで、このソーダストリーム。これがね、ガスシリンダーの、金額を考えると、だいたい 500ml あたり20円とかで作れるらしいんですよね。私がいつも買ってるイオンの、炭酸水とかでも1本60円ぐらいするので、そう考えるとかなり安い上に手間も省けるっていうので、めちゃくちゃ、もう何度か使いましたが、もうこれ最高ですね。こんな感じで冷蔵庫にはもうあらかじめこのソーダストリームの専用ボトルに水を入れて冷やしておいてます。これはずっと床下収納に眠ってたこのイロハスの天然水、これを入れて冷やしてます。これをですね、こう、パッとやって、こんな感じでぴったりと止まるまで装着しますね。そしたらこの上のボタンを押すんですよ。こう押して、こう、プシューとなるまで押す。で、これを3回やるんですよ。で、そうすると強炭酸になるみたいです。1回で微炭酸、2回で普通の炭酸、3回で強炭酸になるみたいで、私は強炭酸が好きなので、強炭酸にしております。ちなみに強炭酸にしたとしても、普通にペットボトルで炭酸水買ってくるよりはコストがだいぶ安いらしいです。こんな感じですね。これで、強炭酸の炭酸水ができました。で、これでね、ハイボールとか作ると美味しいですね。で、しかも、もう一つそのペットボトルの炭酸水にはできないこととして、これをね、飲みかけの状態で取っておくと、炭酸が抜けちゃったりするじゃないですか。ですが、このソーダストリームがあれば、炭酸がこう弱くなってしまったものを復活させられるんですよね。もう一回、この機械でね、ガスを注入すればいいんで、それはペットボトルの炭酸水じゃできないことなので、それもかなりいいポイント。まあ、キンキンにこの炭酸水が冷えてるんで大丈夫でしょう。いただきます。ああ、うまい。めちゃくちゃうまいです。めっちゃいい感じ。うまそう。うまっ。ロピアで安くなってたステーキ。おしゃれに見えるかもしれませんが、全部セール品。トムヤムくん、今日は辛いやつですね。食べてみたいと思います。どれだけ辛いんだろうか。結構やっぱタイの料理って本場のやつは辛いイメージですけど、これちゃんと日本で作ったやつじゃなくて輸入してきたやつだと思うんですよね。ほら、原産国タイって書いてあるので、結構日本のラーメンの辛口とかよりは辛いと思うんですよね。さあ、どのくらいの辛さなんでしょうか。あ、ちょっと待って、この状態でこの状態でちょっと溶かす。できました。どんな感じでしょうか。相変わらずこの丼のミスマッチ感がやばいですが。あ、うまい。やっぱ辛い方がうまいですね。辛さってよりやっぱこの酸味が疲れが取れる感じがしますね。これちょっとソファーのこの前言ったそっち側のヘッドレストのところが接合部が壊れてる部分がアームレストにくっついてて、完全にこのアームレストに力がいってるっていう感じなんですが、ここのこっち側はいいんですけれども、あっち側がねもう本当に接合部が壊れちゃってっていうような状態があって、直そうと思ってるんですが、やっぱりどうしても変形しすぎて、結局こうビス止めして補強はしたんですが、最後のこのアームレストを取り付けるところでネジ穴が合わなかったんですよね。変形しすぎちゃって。なので結局断念して、後日足だけ取り付けようと思うんですけど、このままじゃちょっと高さが低すぎて座りにくいので、足だけで後日取り付けようとは今ここにあるんですけど、こっち側のアームレストがこんな感じでついてないんですが、このままでもいい気がしますね。
こっち側のアームレストはつけなくてもなんかこのままこう延長上で外につながってる感じがして、今ここ開けてるんですけれども、ここにこうやってクッションを置いてこうやって寝転ぶといい感じにこう外に頭が出て結構気持ちいい。めっちゃびっくりした。音量がでかすぎるんだけど音割れしてるし、4時49分。なんでこんな中途半端な時間に。さあ久々に来た IKEA。 めっちゃ人少ないな。快適すぎるぞ。めちゃくちゃガラガラ。空いてるかな。てかショールームゆっくり見てたら結構暗くなったな。IKEAって毎年ハロウィンの時期になるとなんかハロウィンの限定の食べ物とかあるんですよね。あるかな。でもこの時間だからな。なんだこれ、なんか面白そうなのある。でも高えな。690円もする。これ食べてみようかな。なんかブラッククランブルタルト。しばらく来ないうちにまたこのテーブルと椅子が変わった気がする。これめちゃくちゃいいですね。この包み込んでくれる感じめっちゃ快適。そして暗いな。マジで暗くなるの早いな。全然慣れない。なんかね、IKEAは全然窓がないんで外の様子が分かんないんで、こう一気に暗くなってるとびっくりしますね。めんどくさい。食べようと思ったらフォークとかないのに気づいた。これ何回やったことか。このドリンクバーとなんかこのタルトが剥がれちゃったけど、本当はこうなってるんだな。これ多分ハロウィン限定のなんて言ったか忘れちゃった。このタルトの上にカスタードクリームだからチーズかなと、上にこれクッキーっぽいオレオっぽいやつからが乗ったやつで、これはサラダです。普通のサラダ。ここ IKEA 来るといつもサーモンが乗っかったサラダ食べるんですけど、あんまり正直今お腹空いてないので、でもちょっとねサラダ食べたい気分だったのでサラダで、このドレッシング、これ一つ取っていいよってことだったんでフレンチドレッシングちょっといただきます。なんということだ。今これコーヒーを入れてきたんですけど、いきなりブザーが鳴ってね、なんかコップのバツマークがついてたんですよ。だから位置が悪いのかなと思ってコップを奥にやったらね、その内部クリーンみたいなのが始まって洗浄液みたいなのが出てきちゃってね、コップを置くなっていうことだったんですね。なんで一回お湯で洗ってもう一回コーヒー入れてきたんですけど、なんかねミルクが出てきたのかな。そのノズルに残ったミルクみたいなのを多分洗浄したのか分かんないですけど若干ミルクが入った。そうだ説明に書いてあったのを思い出しましたけど、この真ん中のクリームっぽい部分はかぼちゃですね。そっか、ハロウィンの限定スイーツなんで、これ全部かぼちゃのペーストにしたかぼちゃみたいなやつ。これ美味しい。この大きいテーブル確保できたんで、このお盆を置いたままこのラップトップ広げられるっていうめっちゃ贅沢な使い方。もうこれ今めちゃくちゃ空いてますからね、混んでたら気が引けますけどめちゃくちゃ快適。よく見ると IKEA にもこういうドライフラワーではないですけど、こういうロッド的なの売ってるんだ。フェイクじゃないやつ。でもちょっと今日は持って帰るのめんどくさいからやめておきますけど、うちにあるドライフラワーこういうピンいいかもな。結構こういうね細長くて高さがあるやつが欲しかったんですが、ちょっと今度だな。今日あんまり大きいの買いたくない。こんぐらいの大きさのやつあってもいいかもしれませんが、さすがにこれ車ないと持って帰れないな。ここら辺はやっぱりね全部これよく見るとプラスチックだったりするんですよね。もう少し IKEA もドライフラワーとか置いてほしいんですけど、でもやっぱそうすると高くなっちゃうのかな。ドライフラワーといっても枝みたいなロットしかなかったですね。でもここら辺は多分あれですよね。本物ガチのやつだから水とかやらないといけないですよ。ああいうのじゃなくて完全にこう乾燥してるドライフラワーというか、花じゃなくてああいう葉っぱ系のやつが
欲しいんですけどうまく見つからない。いずれはうちの観葉植物全部ドライフラワーにしたいんですよね。今フェイクの偽物のやつばっかなんで、フェイクじゃないんだけれども水やりとか管理がいらないっていう。でもなかなか見つからないんですよ。なんとかね、ホタルの光あれを聞かずに、お店を出たいんですが、もう今6時27分なんであと3分で流れるんで、会計の時間とかもあるんでね、なんかあれ聞かされるとなんかせかされてる感じがするんですよね。そんなことはないと思うんですけど、なんか感覚的にそんな感じがしちゃう。なんかそういえば12月から平日も営業時間が10時からになるらしいですね。さっきアナウンスで言ってたんですけど、なのでちょっとあれなんですよね、なんかその IKEA ファミリーだっけの会員だとドリンクバーがね、その開店1時間は無料らしいんですよね。それ1回も使ったことなくて、今度そのドリンクバー無料の時間に来てみようかな。だから10時台。今日はこれ食べてみます。これカルディのやつらしいんですけれども、トッポギセット、これだけでトッポギができるっていうセットです。お、できましたね。かなりうまそう。ダメだ、今日2食しか食べてなくて空腹が収まらないのでこれ食べちゃいます。これはあれですね、これまたカルディで買ってきたシリーズですが、見えてなかった4ですね。ポーク味らしいですね。はい。フォーはあれですよね。普通のラーメンっていうより、お米で作られた麺なんですよね、これが。麺質がそもそも違うっていう感じ。体に良さそう。これも安かった。120円とかでしたね。すごい丁寧にそれぞれ梱包されてます。しかも待って、これすごい。これパクチーじゃない？パクチーがついてる。これすごいな。わざわざパクチーをカットしなくていいっていうのはすごい助かる。そしてこれがスープかな？いや、こっちが、これがスープで、これがなんか香辛料というかオイルみたいな感じかな。とりあえずこれ茶碗に入れとこうか。熱い。めっちゃ熱かった今。いやー、これマジでうまいな。フォー独特の麺も美味しいし、スープもやっぱトムヤムクンを食べた後だとすごいあっさりに感じるし、このパクチーがあらかじめ入ってるっていうのは美味しい。そして豚肉の風味もしっかり出てます。やっぱフォーといえばこの独特な麺ですよね。